内地で生活をする石垣島出身元ボス猫ふわーちゃんです。2024年も残すところわずか。皆さん、2024年はどうでしたか？私にとって2024年は激動の1年。今日はいつも好き勝手に私の心の声を代弁するパパに代わって、私自身で2人と出会ってから今までの振り返りをしながら感じたこと思ったことを話していくね。それでは本編どうぞ。話は遡ること2023年2月。後のパパとママとなる2人と出会った。第一印象は浮かれた2人だなと思った。季節は春から夏へと変わり5月。みこぜぶりに2人と会った。その時おやつを持ってきてくれた。それから数週間後、またパパが会いに来た。こいつよく来るなぁと思った。でもその後、パパもママもしばらく来なくなった。季節は夏から秋へ。しばらく来ないなと思っていたらあの2人が来た。正直もう来ないかと思っていた。この時もおやつを持ってきてくれて一緒に遊んでくれた。そしてなぜか私は病院へ行くことになった。当時はわけわかんなかったけど、後々病院へ行った理由がわかる。年が変わり2024年。新しい1年の始まり。でもあの2人は来ない。そんな風に思ってたけど。先日10月8日に不動産屋に言いました。ファーちゃんを迎えに行こうと。そしてファーちゃんが住める条件の家を内覧して審査を待ってたところ、よっしゃー、12月12日今日来ました。陰でパパは着々と準備を進めてくれてた。そして4月、パパが来た。ファッチいた。ファッチどうしたの？あれ、あんた細くなった？ファッチ、ファッチ。ファッチ、もう一個重大報告していい？あんたね、内地の女になるよ。お、いいの？いいの？一緒に暮らせるんや。一緒に暮らせるんや。私の大好きな干しかまぼこを持ってきてくれた。とても嬉しかったけど、当時の私にはもうそれを食べるのがしんどかった。思わず痛みに耐えきれず逃げてしまった。後々通院することになる歯周病が進行していたからだ。この日私が想像もしてなかった展開となる。ごめんね。長年住んでいた公園から知らない施設に移ることになったのだ。不安いっぱいだったけどどこか嫌な気持ちにはならなかった。でも何が何だかさっぱりわからなかった。ごめんごめん。大丈夫。その施設でゲージ越しに知らない猫たちと数日過ごすことになる。不満だったけど毎日パパとママが来てくれたから心の支えにはなった。4月30日、私にとっての運命の日。私は変な檻に入れられ、車でどこかへ連れて行かれた。
そこは私が見たことのない人がたくさんいて賑やかな場所空港だった。ここでパパとママと離れ離れになる。心配と不安で心がいっぱいになった。薄暗い部屋の中には他の生き物もいた。私は一人ぼっちじゃなかった。そして約3時間半耐えた末、明るいところに出てきた。そこにはパパとママがいてちょっとだけ安心した。でも薄暗くて音が大きい部屋の中で長時間恐怖のあまり固まったままだった。外に出るとパパとママの友人がいた。私が描かれたボードを持って迎えてくれた。この時初めて新しいところに来たことを実感した。この後初めてパパの家に行くことになった。でも正直怖かった。知らない土地に来て、また生後6ヶ月の時のように捨てられないかという不安がずっと頭の中にあった。5月1日のちに私の誕生日となる日、不安ながらもゲージの外に出てみた。そこには緑らしきものはあるものの、島とは全く違う匂いがした。海の匂いも他の猫の匂いも全くしない。ただ車の音や雑音が聞こえてきた。そして石垣島よりもずっと寒い。ただ知っている2人はいる。前と変わらずご飯ももらえた。私にとって不思議でしかなかった。その代わり変な檻に入れられた。自由じゃないのは正直嫌だった。でも一応施設で経験したし、なんかふかふかのベッドもあるし、ルールなのかなと思って諦めた。でもその代わりに見たことのないおもちゃ、気持ちいい棒、そして板を買ってくれた。完成。いやー、これあと結構大きしんどい木も買ってくれたんだ。そしてママが帰っていよいよパパと2人暮らしとなった。これはチャンスだと考えた私はいつもと違う声で夜中に泣いてみたんだ。そうしたらゲージから出してくれたの。これで晴れて自由だ。それからはご飯の時以外はゲージを使わなくなった。回しきゲージ目。ようやく自由に家の中を行動できるようになり、少し楽になった。家に来て1週間、とうとうベッドも奪われました。これで椅子も奪われ、ベッドも奪われ、自由にパパのベッドも使い、外と違った暖かさとふかふかさを手に入れた。パパは優しかったから、それも許してくれたんだ。生活が快適になりつつあった裏で、私の歯が少しずつ悲鳴を上げ始めてた。何を食べるにも飲むにも痛い。思わず島の時みたいに飛び上がってしまった。それを見たパパがママと一緒に病院へ連れて行ってくれた。病院は怖いし最初怒られた。なんだかいろいろな検査をさせられていたかったけど、なるべくおとなしくしていたら先生は優しくしてくれたよ。まずい薬を飲み始めたら痛みは治った。ちょっとチュール食べてます。これもパパがなんか小さい機械で毎日なんか私を見ながら描いてたおかげもある。
島とは違った食事だったけど、これはこれで美味しかったよ。そしてそれから日が経ち、パパが重苦しい表情で白い紙を持ってきた。なんかわからないけどそばにいた。結果は良かったらしく、喜んでた顔を見て私は寝た。それからというもの、いろいろな人が私に会いに来たよ。みんな悪い人じゃなさそうで、優しくしてくれたからよかったよ。5月はパパの誕生日だったから何かやってたの。私は普通に過ごしたけどね。6月にはパパのおばあちゃんも来てくれた。そして人生で初めての誕生日会をしてくれたの。誕生日あってなんだろうと思ってたけど、美味しいケーキやおもちゃもらえる日なんだね。なかなかいい日だなと思ったよ。でもそんな楽しい月で終わるはずだったけど、そううまくはいかなかったんだ。お気に入りのネズミさんです。薬を飲んで格闘していた歯の痛みが限界に達してた。パパがその異変に気づき、ママがセカンドオピニオンとして歯に特化した病院を探してくれたの。そして急遽病院へ行くことになった。痛い思いはしたけど、しっかり病院で見てもらった。今日病院に行ってきました。先生に見てもらったら、もう口の中は真っ赤っかで、歯周炎、口内炎っていう形で、実際、ファーちゃんも痛くて今あそこに引きこもってます。食事はなんとかギリギリ取れました。その結果、歯周炎と口内炎が悪化してた。そして先生に勧められたのは全抜歯。まだ私は5歳と比較的若い部類になるらしい。だから今抜けば体にダメージ少なく改善するとのこと。その代わり、私が手術仲痛い思いを我慢するのとパパとママがたくさんお金を払わなくてはいけない。でもパパとママは悩んだ末に全抜歯を決断した。全抜歯したら痛みなくご飯を食べられるのは嬉しいな。それを聞いて頑張ろうと思ったよ。手術は7月半ばに決まった。それまでは痛み止めを飲みながら痛みをこらえる生活をしたんだ。そして手術前、たくさん写真を撮ってもらった。歯があるのはこう数週間だったからね。手術4日前になり、ママがまた来てくれた。とにかく2人に優しくされたよ。そして手術当日になった。病院へ行くと私は先生と一緒にどこか別の部屋へ連れて行かれた。そしてパパとママは帰ってしまったんだ。不安、寂しい。そして麻酔を体に入れられて意識はなくなった。そして起きたら変なものが首に巻かれ、変な管が首に刺さったままでゲージの中にいた。どうやら手術は成功したみたい。でもそこにはパパとママの姿はなかった。もしかして私、また去勢手術の時みたいに捨てられたの？そんなことが頭によぎった。そんなことを考えたら悲しくなり、食欲もなくなり、隅っこで寂しく寝た。翌日私は不安と悲しみのままだった。しかし昼頃になり、私を手術した先生が来た。ゲージを開けられ、抱っこされそうになったから拒否した。
またどこかへ連れて行かれると思ったから。でもその後不安悲しみが安心に変わった。パパとママが迎えに来てくれたのだ。パパの顔を見てほっとした。こうして私はまたパパの家に戻ることができた。でも口の中は違和感があり、元の食事を食べさせてもらえなかった。正直つらかった。口から食べられず、首の変な管から水やご飯を取らなくてはいけなかったから。おまけに首の変なやつもつけられてた。でも翌日には口から食べさせてもらえた。正直美味しくなかったけど、食べられるだけマシ。パパとママの期待に抱いて食べ続けた。そして手術後4日目。再びゲージに入れられて病院へ行くことになった。晴れて首の変なやつが取れた。その後時間はかかったけど、元の生活に戻ることができた。これで痛みなく元の食事を食べれる。よく頑張ったね。よく頑張ったよ。それだけで嬉しかった。それからママが来る頻度も多くなり、たくさん会えた。パパとは毎日一緒にいられるから嬉しかった。そんな生活の合間によくパパとママに写真を撮られるんだけど、なんだか写真展に応募したみたい。それをパパが見に行ってた。みんな可愛い写真を出している中で、私はシックな写真。チョイス悪いな、パパ。月日が経ち8月に入ると、パパも仕事が忙しくなった。私が一人でいる時間も増えた。そしてたまに夜もいない日もあった。寂しかったけど、大好きなネズミさんたちと一緒に頑張って過ごした。パパの仕事はさらに忙しくなり、1週間以上いなくなる。だからママの家へ行くことになった。パパに会えないのは寂しいけど、ママいるから頑張った。ママと二人きりは初めてだったけど、女子同士なんだかんだ楽しかった。ママはたくさん構ってくれた。パパと違う遊びや楽しみ方ができて、思っていた以上に楽しかった。そしてパパが帰ってきて、一緒にパパの家に戻った。10月の終わりにはハロウィンというのをやった。変な帽子をかぶせられたけど、パパが楽しそうにしてたからまあいいや。私が寒いと思い始めた11月、私にとって衝撃的なことが起きた。ママが違和感があると私に言い始めた。私は特に何も感じてないし、何も思ってなかった。でも言われ続けて、仕方なくパパとママに連れられて病院へ。ちょっと痛いことをされて嫌だった。そして検査が終わった帰り、私も疲れてたけど、パパとママもなんだか悲しげで疲れてるようだった。今日は点滴を打ってきました。で、診察してもらったら、ちょっと腎臓の状態があまり良くなくて、食べ物、食事は療養食に切り替わる感じになります。ねえ、こんなに元気そうな顔してるんだけど、ねえ、ちょっと腎臓がね、大丈夫？痛くはないのかな？プルンプルンだね。原因わかんないからね。そう。プルプル。
腎臓が悪くなった原因も結果的にわからないんですが、一応要因としては水分がちょっと足りてなかったんじゃないかなっていうところです。診断してもらった結果、私は腎臓病になっていた。もちろん、先生も具体的な原因はわからなかった。でも私が歯の痛みで水を飲まなかった期間があったから、それが引き金になったのかもしれない。内地に来て2度目の苦難が襲う。一生治ることのない腎臓病という病気と戦う日々が始まった。今まで食べていたご飯は食べることができず、水がたくさん入った薄いご飯に変わった。正直美味しくなかった。水は悪いものではないとは思ってる。でも味が薄くなるから嫌だった。でもパパとママはいろいろ工夫しながらご飯や水をくれた。その気持ちは嬉しかった。そして寒くなってきたからと新しい家と暖かいマットも買ってくれた。島に比べて内地の冬はすごく寒い。でも風も来ないし、暖かくしてくれたから嬉しかった。そうやってパパとママがいろいろなことをしてくれたから、腎臓病のご飯も食べられた。12月に再度病院へ行った。前回、ばあちゃんが腎臓病と診断されてから約1ヶ月経って病院へ今日診察に行ってきました。結果は数値がめちゃめちゃ改善されてました。私もたくさん頑張った結果、数値が改善してたみたい。パパとママも先生もとても嬉しそうだった。私もその姿見て嬉しかった。引き続き療法食を食べるのを頑張ろうと思った。再びパパが忙しくなり、ママの家へ行った。女二人の生活もなかなかいいね。パパが帰ってきてクリスマスというのをやったんだ。変な被り物を今度は二人が被ってた。私は悪い変なものを押し付けられて怖かった。でも人生で初めてママお手製のケーキというものを食べて美味しかった。味はいつもの食事と変わらなかったけど、水っぽくなくてめちゃくちゃ美味しかった。すげえ嬉しそう。パパとママと内地で過ごした8ヶ月。最初は毎日人間といるのが少し違和感があって怖かったこともあったけど、パパとママは優しいからどんどん甘えれた。ダメ。あちゃんダメ。パパもたまに怒ってくるけど、私のためなのかなと思って聞いてる。私にとって激動の1年。また捨てられてしまうんじゃないかと思ったこともあったけど、今では全くそんなことを感じない。ずっとこの人たちといれたらいいなと思うこの頃。最後の一言。人生何が起きるかわからない。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくにゃ。2025年また皆さん会いましょう。